第1話車中泊。不動産屋さんの階段です。高速のサービスエリアではなく、一般道路の路肩に車を止めて一晩寝ていたことはありますか？さて、今回の怪奇現象は一体何によるものなのか全くわからないという話です。これは宮崎県にお住まいの、仮に F さんとしておきますが、その F さんが地元でも不可解な事件として噂される不思議な話をくださいました。宮崎県のある田舎の国道に不思議な路肩があるそうです。それは大型トラックも止まれるくらいの幅の広い路肩でした。その路肩は自然豊かな場所にあり、道路脇は切り立った斜面で林になっていたため、その周辺は部分的に落石防止のネットがフェンス代わりに張られていました。それだけなら特別珍しくもありませんが、その落石防止ネットのフェンスの1箇所が途中1メーターから1.5メーターくらい途切れるところがあって、そこにフェンスと同じ高さぐらいの小さな鳥居が立っているのです。聞いただけだと、どういうことと思いますが、F さんが現場の写真を送ってくださいました。見ればよくわかると思いますが、確かに妙なところに鳥居が建てられていて、そこに小さな石段があり、登るようになっていますね。まるで上に神様を祀るところがあり、その入り口の目印のようです。この鳥居の近辺に広い路肩があるそうなのです。鳥居の真ん前が路肩ではないんですが、ほんのちょっと先に広場のような路肩があります。その路肩にまつわる話を F さんは地元のタクシー運転手の方から聞きました。それは今から30年ぐらい前のことだったそうです。そのタクシー運転手さんが夜中たまたまその国道沿いの路肩の前を通ることになりました。すると広い路肩に車が1台止まっていたそうです。どこにでもあるセダンの乗用車で、タクシー運転手さんは、ああ、車が止まってるな、釣り人だな、とだけ思い、そのまま通り過ぎていったそうです。ここは近くに良い釣り場があるため、たくさん釣り人が来るエリアでしたので、夜遅く車が止まっていても、特に不自然ではありませんでした。後で分かったのですが、その車はどうやら県外から釣りに来た人で、夜その路肩に車を止めて車中泊をしていたということでした。次の日の朝です。タクシー運転手さんが同じ国道を通ることになりました。すると昨夜見た路肩近辺に地元消防団や警察が来ており、物々しい雰囲気だったそうです。当然その近辺は交通規制がかかり、徐行で通り抜けなくてはなりませんでした。運転手さんは何事かと思いました。そしてゆっくり通過する際に目にしたものに驚いたそうです。昨夜路肩に止まっていた例の釣り人らしき人の車が側面からくの字に曲がっていたそうです。車体全体が側面の真ん中あたりから折り曲げられたかのようにくの字になっていました。どういう状況になれば車がここまで曲がるのかというほどひどい状態だったそうです。私もイメージ写真を探したのですが、そんなくの字に曲げられた事故車の写真などありませんでした。それだけでなく、そのくの字に曲がった車体があの鳥居がある落石防止のフェンスのところに移動して止まっていたそうです。当然中に乗っていた人は亡くなっていました。一体全体どんな事故に巻き込まれたのかと誰しもが最初思いました。大型トラックが突っ込んできて当て逃げしたのかと普通思いますが、他の車の関与は全くありませんでした。つまりその車単独で起きた事故だったということでした。そしてさらに調べていくと不可解な事実が分かったそうです。車の運転手は運転席でシートベルトをしたまま亡くなっており、死因は心筋梗塞だったということでした。
つまり外傷はなく、車へのひどい衝撃で亡くなったわけではありませんでした。そしてもっと不可解なことは、そのくの字に曲がった車体の窓ガラス全体に大きな手で車を掴んだかのような汚れがついていたそうです。まるでこの世のものではない人間以外の何か巨大な手で車を掴んだような跡だったということでした。この話とは別に、もう少し最近のことですが、F さんは後輩からこんな話を聞いたそうです。ある夜遅く、F さんの後輩がその例の路肩に車を止めて、携帯電話で話をしていました。すると突然、車の窓をドンドンドンと激しく叩かれたそうです。すぐにその叩かれた方向を見たのですが、誰もいないのでした。周りを見渡して確認しても、人などどこにもいなかったそうです。すぐ振り返ったので、どこかに姿があるはずですが、何の気配もありませんでした。こんな明かりもない田舎道で、隠れるところは林の中ぐらいですから、ライトもなく音も立てずに入っていくことは不可能です。もちろん車の下に隠れたわけでもありませんでした。F さんのおじいさんから聞いた話では、この路肩周辺で車を止めて寝ていると山に連れて行かれるという言い伝えがあるそうです。F さんの友人は寝ていたわけではなかったので助かったのかもしれませんね。ところで釣り人の運転手は一体なぜ心筋梗塞を突然引き起こしたのでしょうか。持病があったとか体調が悪かったわけでもなかったようなので、何か大きなショックを受けることがあったのではと思ってしまいますね。釣り人は亡くなる直前、何を見たのでしょうか。第2話、絵日記。不動産屋さんの短い怪談です。これは同じ F さんがくださったお話で、F さんのいとこさんの体験談だそうです。小学校の夏休みの宿題で絵日記ってありましたよね。さて今から30年ぐらい前に、そのいとこさんも小学生の時に絵日記を夏休みにつけていたそうです。夏休み明けにいとこさんの担任の先生が生徒たちの絵日記を読んでいました。そしていとこさんの絵日記を読んでいくと、〇月〇日、今日は M 川にマネキンが浮いていましたとだけ書いてあったそうです。次の日も〇月〇日、今日も M 川にマネキンが浮いていましたとだけ書いてありました。そのさらに次の日もマネキンが浮いていましたと同じように書いてあったそうです。小学生の絵日記ですから、特に出来事がない日はどの子もこんな感じでした。そして1週間ぐらい経った日付の絵日記に、〇月〇日、今日は M 川のマネキンに魚が集まっていましたとだけ書いてありました。それを読んだ先生は慌てて警察に通報したそうです。警察がすぐに M 川に駆けつけると、いとこさんがマネキンと思ったものは死体だったそうで、それに魚が群がっていたということでした。その後そのご遺体は自ら命を絶った人だと判明したそうです。その M 川の周辺は地元の人がめったに通らないところだったそうで、ごくまれにいとこさんのような小学生が通ることがあるくらいで、発見が遅くなったということでした。それからしばらくして、なぜか雨の日になると、その M 川の橋に女の幽霊が立つという噂が流れたそうです。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。